経営者が見ているストックとフローということで、今日は財務諸表の視点でですね、情報提供させていただければと思いますね。まずストックという言葉と、フローという言葉、皆さんお聞きになられたことあるかとは思うんですけども、それぞれちょっと改めてですね、ご紹介をしていければと思いますね。ストックとは何かというとですね、端的に言うと残高のことですね。ですから財務諸表で言うとですね、いわゆるBS バランスシート、ね、貸借対照表なんていうふうに言われますけど、これちなみに中国語では残高表らしいですね。この方が分かりやすいと思いますけれどもね、締め日現在で、当社に残っている、残高のことを、BS と、言いますということですね。でこの BS、ストックの中にはですね、大きく2つありますということですね。流動資産と固定資産という2つありますということですね。流動資産には例えばどんなのがあるかというと、現金預金とか売掛金とか、あと棚卸資産、すなわち在庫ですけれどもね、こういったものは一般的に1年以内に、現金になるものというふうに定義をされています。それから今度は固定資産の方ですけれども、これも2つに分かれましてですね、有形固定資産と無形固定資産ということで分かれていきますが、有形固定資産には例えば土地とか建物とか設備とか、そういうものですね。それから今度無形固定資産の方はのれんですとか営業権ですとか、そういったものが入ってくるんですけれども、ここで一つポイントはですね、例えば建物とか設備といった有形固定資産というのは減価償却をしていきますですね。ですから一定割合において毎年毎年、フローの方のですね費用に、計上をされていきますというのがこれ一つポイントになってきます。減価償却に関してはここではこれ以上の解説はしませんけれどもね、ぜひご自身なりに、調べてみていただいたらよろしいかと思いますね。で財務諸表上のストックっていうのはざっくり言うとこういう以上のことなんですけれども、実はですね、会社にはこの BS に載らない重要なストックっていうのがありますということなんですね。さて何でしょうかね。人ですね。人っていうのはね、組織の中に基本的にはずっと居続けていただくわけですけれども、このストックの詳細については財務諸表の中では表現がされないわけですね。ですから会社によってはですね、バランススコアカードのようなものを使って見える化をしようとしている企業なんかが多いですね。ですから企業を評価をしようとしていくときに、やっぱりこの人の資産というかですね、ヒューマンキャピタルなんていうふうにも言いますけどもね、ここをいかにうまく充実させていくかというところが、実は経営者を見ているポイント、見えてないからこそ見ようとするポイントになるのかと思いますね。それから今度フローの方ですけども、フローは BS に対して PL ですね、損益計算書、あるいは最近ですと大企業を中心にキャッシュフロー計算書っていうのが入ってきています。フローというのはフローインとフローアウトがありますね。会計年度の間に入ってきたものと出ていったものですね。もっと平たく言うと収益と費用ということになるかと。その差ね、フローというのはその差ということになります。で、フローについてあまり細かくはここでは説明しませんけれども、経営者の見方というのはですね、フローだけ見るとかストックだけ見るではなくって、フローとストックを連動して考えてますということなんですね。今申し上げた通り、ストックっていうのは締め日現在の残高であり、フローっていうのはこの例えば会計年度だと1年間の入ってきたものと出ていったものの差なわけですけど、これ要はつながっているわけですね。ですから常にこのフローとストックっていうのは連動して考えていますということなんですね。でこれはストックが大きいからいいとかフローが大きいからいいとか、大きいからいい小さいから悪いとかそういう話ではなくって、大切なのはあくまでもバランスということなんですね。しかもなおかつ、過去のことは一旦置いといて、やっぱり未来に向けてね、例えばストックの中で先ほど在庫があるっていうふうに話をしましたけど、これ未来の売り上げになっていくわけですよね。こういったものを有効活用するとか、ストックの中からいかに未来を作り出すか、ね、先ほど人というお話をしましたけども、人が未来を作っていきますよねとなると、やっぱりストックの充実というのが経営者にとっては非常にこれ重要なポイントになってきますということですね。以上
財務諸表、経営者が見ているストックとフローということで情報提供させていただきました。